はい、今回のタコーン車の小話はこちらです。スバル乗りあるある。私この話大好きなんですよね。では行きましょう。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。車好き市場マニアのタコーンです。私はこれまで国産輸入車70種類以上試乗しておりまして、車の見学、試乗、小話をご紹介しております。よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。はい、それで今回のお話はスバル乗りが感じるリアルなあるある話について話をしていこうと思います。私自身はスバルいろんな車種乗ったことありますし、実際に所有したスバル車としてはレガシーのツーリングワゴンやレールボーグがあります。なので私もスバル車に対してすごく思い入れがありますし、このスバルならではの話というのは結構いろんな方が言ってるんじゃないかなと思いますね。じゃあ早速1つ目に行きます。1つ目はこちら。燃費気にしてないくせに燃費の話が好き。これですね。皆さんどうでしょうか。うんうんってうなずかれてますかね。これは本当にいろんな人から話聞きますし、私もそうだったんですけど、基本スバル乗りの方ってやっぱり走りを求めてるんですよね。なので走りと燃費だったら走りは重視したいけどっていうのが先に来るんですよ。ですけど燃費の話も好きっていうで、どのぐらいの燃費出るとかレボーグどれぐらいの燃費出るみたいな話をよくするんですけど、リッター11かなみたいな。結構郊外の道路で流してるとリッター14ぐらいまでは伸びるよっていう話も入れながらですね。ただ走りが一番なんで、たとえ燃費が10だろうが9だろうが、ちょっと俺の車燃費悪いけどシンメトリカル AWD と水平対向4気筒のエンジンだからしょうがないか、走りがいいからねっていう風になっちゃうんですよね。でよく車仲間で集まった時にやっぱり燃費の話になりますよね。その時に自慢されるわけですよ。うちのハイブリッドは実力でリッター18は出るよ、 SUV だけどねみたいな、そういう話をされた時に、このスバル乗りはですね、マジかよ、すげえな、そんな燃費いいんだって言いながらも頭の中では俺のは走りがいいからな、しょうがねえなって思ってるわけですよ。なのでですよ、スバル乗りに燃費の話をしてすごいなっていうリアクション取ってても、おそらくその人そんなに羨ましがってないですね。で自分の中のベスト燃費っていうのを持っていて、普段は11ぐらいしか走らないけど、俺の中で最高記録は16まで伸びたことあるからな、もう十分納得してるよっていうのでもう完結しちゃってるんですよね。はい、じゃあですね、続いて2つ目ですけれども、2つ目のスバル乗りあるあるは、エアコンをつけると走りの変化を感じてしまう。これです。これは軽自動車なんかに乗っていると結構顕著に感じることあるんですけれども、スバル乗りはですね、日頃からですね、自分の車でどれぐらいのパワーが出ているかとか、どの回転数でどれぐらい加速の伸びがあるかっていうのを結構気にしている方が多くてですね、その上でこのエアコンをつけた時のコンプレッサーの動作によるエンジンパワーのロスっていうのを結構感じてしまうんですよね。ですのでこの先結構気持ちいいコーナーあるぞって分かってる時に近づいてきたらエアコン結構切っちゃうことありますね。そしてそのコーナーを気持ちよく駆け抜けるというのをやってしまいがちですね。結構これはですね、分かるぞっていう方はすごく分かるんじゃないかなと思いますね。
なのでスバル車に一緒に乗っている方で急にエアコンを切り出したということがあった時には、それはですね、オーナーさんはちょっと走りを気持ちよく走りたいなという時だというふうに思ってください。間違ってもですね、ちょっとケチってるわけじゃないんですよね。そこのところをよろしくお願いします。はい、じゃあ次のスバル乗りあるあるですけれども、ここら辺で鉄板いっときましょうか。駐車場におけるスバルの法則です。もうスバルの法則がどんなものかご存知の方も多いと思いますが、一応ご紹介しておきますと、駐車場で結構スペースが空いてるにもかかわらず、なぜかスバル車が固まって止まっていると、そういう現象のことをスバルの法則と言いますよね。はい、皆さん見たことありますかね。で、これがなんで起こるのかなって、スバル乗りとして考えてみるとですね、もしかしたらと思うところが結構あって、まず一つ目が同じスバル乗りとしての、仲間意識ですね。そういうのは少なくともあるのかなと思います。スバルは自動車メーカーですけど、他の、トヨタとかホンダとか、日産とかのようにたくさんの車種を出しているわけじゃないので、主力というのはもう決まっていて、レボーグだったりインプレッサ、フォレスター、XV だったりっていうので、結構その中でスバル車が気になって、気に入って買われた方っていうことで、結構仲間意識を持ちやすいのかなというふうに思います。そしてですね、それ以上にスバルの法則が起きる理由かなと思っているのが、結構同じスバルの車の隣だったら止めても大丈夫かなみたいな、車結構丁寧に扱っているだろうし、止めるんだったらスバルの車の隣にしようっていうのをちょっと思い浮かんだりする人多いと思うんですよね。私自身も自分のレボーグの隣に例えば黒のレボーグが止まっていたら、やっぱ黒のレボーグもいいな、ブラックシリカ塗る手かだわと思いながら、その隣のレボーグに敬意を払ってその駐車場から出ていくと、そういったのをしていたのがあるので、やっぱりスバルの隣に止めるとなんか安心というのを感じますね。はい、続いての4つ目、スバル乗りあるあるは、チューニングをしている方の割合が多いぞってことですね。これはですね、チューニングといってもいろいろ幅があるとは思うんですけど、例えばエンジンの基本チューニングの吸気と排気ですとか、電気的な抵抗を少なくするとか、そういったのもありますし、剛性を上げるパーツの装着とか、そういうのもいろいろありますよね。でもちろん他のメーカーでも、例えばマツダですとかトヨタですとか、乗ってる方ちょっとチューニングしてるよっていう人いると思うんですけど、その割合でいうと、多項的な経験とこれまでの情報収集によると、結構スバル車は多いというのが分かってます。で、ガチのチューニングされている方はもうちょっと別次元なので、ちょっとここでは話別にするとしても、例えば例で言うと、フレキシブルタワーバーありますよね。車体の剛性を、横方向の剛性を上げて、コーナーリングのインとアウトのハンドリングを良くするっていうパーツ、これ私も大好きなんですけど、これで言うとですね、結構装着している人素晴らしい多くてですね、なんでって思った時に、ただよくよく考えてみると、スバル乗りの方ってもともと走りをちゃんと考えた車に乗っているので、そういったのを普段から気にしていますし、車の、スバルの設計としてもそういったアフターパーツを取り付けられるようにそもそもなってるんですよね。それで実際に気になっている人がそのちゃんとしたアフターパーツをつけて走ると、しっかり効果を感じられてしまうんですよね。なので車の設計としてもそうなっているし、オーナーさんが実際に走っても車が好きで運転が好きなので、それを体感できてしまうと。そうすることでやっぱり装着していってしまうんですよね。これはもう本当に自分もそうですけど、皆さんそうじゃないかなと思います。もしまだつけられてない方がいるとしたら、例えばフレキシブルタワーバーなんかはめちゃくちゃおすすめのパーツですね。
私はすごく体感できましたし、もともと安定しているスバルの走りがさらに安定してくるので、すごくいいパーツだと思ってます。はい、ここまでご紹介してきましたが、最後に5つ目を紹介して終わりたいと思います。本当はもっとあるんですけれども、ちょっとキリがなくなってきちゃったので、今回5つにしたいと思います。最後のスバル乗りあるある5つ目はですね、お互いのスバル車に敬意を持っているですね。これはですね、先ほどお伝えしたスバルの法則でも少し出てきましたけれども、当然同じレボーグに乗っている方は他のオーナーさんのレボーグに敬意を持っていますし、たとえレボーグじゃなくてもインプレッサはインプレッサの良さがあって、フォレスターにはフォレスターの良さがあるんですね。なのでスバル車同士でそれぞれの良さを認め合っているっていうのがあると思います。例えばスポーティーなステーションワゴンを求めてレボーグを乗っている人がいたとしても、その人がアウトバックを見た時に全然違うやっていうことじゃなくてですね、アウトバックはアウトバックらしいそのクロスオーバー SUV プラスレガシーの重厚感を受け継いだ状態で進化している車だっていうことで認め合えるわけですね。なのでスバル車同士の良さをやっぱり知っているので、それぞれリスペクトし合っているっていうのがやっぱりスバリストの車好きのいいところじゃないかなって思ってます。はい、というわけで今回はスバル乗りのリアルなあるある話ということで5つご紹介してみました。皆さんはどう感じられたでしょうか。やっぱりこうだよなとか、スバル乗りのあるあるって本当に他にもあると思うので、こういうのあるんじゃないのとかいうのがあれば、ぜひコメントやいいねの方を押していただけると嬉しいです。そして、これからも引き続き車についてご紹介してまいりますので、よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。では皆様、良いカーライフを。